ねえねえマリサ。なんだレイム。スラッシュって知ってる？ああ、ガンズ&ローゼズの活動で有名になった世界的ロックギタリストのことだな。それでは、今日はスラッシュについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。スラッシュの幼少期について教えてくれる？スラッシュは1965年7月23日にロンドンのハムステッドで生まれたんだ。本名はサウル・ハドソンって言うんだぜ。へえ、イギリス生まれなのね。でも、アメリカンロックのギタリストとして有名よね。そうだな。6歳までイギリスのストークオントレントで育った後、ロサンゼルスに移住したんだ。母親はアフリカ系アメリカ人のファッションデザイナーで、父親はイギリス人のアーティストだったんだ。国際色豊かな家庭環境だったのね。スラッシュっていう名前はどうやって付けられたの？それがな、俳優のシーモア・キャッセルが付けたニックネームなんだ。いつも急いであっちこっち飛び回っているからだそうだぜ。面白いわね。音楽はいつ頃から始めたの？音楽との出会いは14歳の時だったんだ。エアロスミスのロックスを聴いて衝撃を受け、その後友達とバンドを組もうとしたんだが、最初はベースを始めようとしたんだぜ。ベース？でも、スラッシュといえばギターでしょ？そうなんだ。最初のレッスンでギター教師がローリングストーンズのブラウンシュガーを弾いているのを聞いて、すぐにギターに切り替えたんだ。それからは1日12時間も練習するようになったらしいぜ。スラッシュの音楽キャリアの始まりについて教えてくれる？最初はどんなバンドで活動してたの？1981年に彼が最初に加入したバンドはタイダス・スローンというインストゥルメンタルバンドだぜ。へえ、タイダス・スローンって聞いたことないわ。どんなバンドだったの？ボーカリストが見つからなかったため、スラッシュはギターを担当していたんだけど、結局長続きしなかったんだ。1983年には幼馴染のスティーブン・アドラーとロードクルーを結成したんだ。ロードクルーってどんなバンドなの？バンド名はモーターヘッドの We Are The Roadクルーから取ったらしい。スラッシュはベーシストを探すために新聞広告を出し、そこでダフ・マッケイガンと出会ったんだ。でも、そのバンドも長続きしなかったのよね。そうなんだ。ボーカリストが見つからなかったことと、アドラーの仕事への姿勢が原因で解散しちゃったんだ。その後、スラッシュはハリウッドローズというバンドに加入することになるぜ。ハリウッドローズには誰がいたの？アクセル・ローズやイジー・ストラドリンがいたバンドで、ここでの経験が後のガンズ&ローゼズにつながるんだ。スラッシュの初期キャリアは彼の音楽性を形作る重要な時期だったと言えるぜ。スラッシュがガンズ&ローゼズに加入した経緯を教えてくれる？ああ、それは1985年6月のことだぜ。アクセル・ローズとイジー・ストラドリンに誘われて、ダフ・マッケイガンとスティーブン・アドラーと共にバンドに加入したんだ。へえ、そうだったのね。でも、スラッシュの特徴的な帽子はどうやって始まったの？面白い話があるんだぜ。1985年のあるライブの前に、スラッシュがメルローズ通りの2つの店から、黒いフェルトのトップハットとネイティブアメリカン風の金のコンチョベルトを万引きしたんだ。それを組み合わせて自分用の帽子を作ったんだぜ。それがトレードマークになったんだ。まさか、でも、バンドはすぐに人気が出たの？そうだな。1985年から1986年にかけて、ウィスキー・ア・ゴーゴーやザ・ロキシー、トルバドールといったロサンゼルスのナイトクラブで演奏していたんだ。その頃に、ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングルや、スイート・チャイルド・オブ・マイン、パラダイス・シティといった名曲を書いたんだぜ。すごいわね。でも、世界で最も危険なバンドって呼ばれてたって本当？ああ、本当だぜ。荒々しく反抗的な振る舞いのせいでそう呼ばれるようになったんだ。スラッシュ自身も、なぜかガンズ&ローゼズは論争の触媒みたいなもんだったって言ってるぜ。へえ、でもデビューアルバムは大成功だったんでしょ？そうだな。1987年7月にリリースされた、アペタイト・フォー・ディストラクションは、アメリカで1800万枚以上売れて、史上最高のデビューアルバムになったんだ。スイート・チャイルド・オブ・マインは1988年夏にアメリカで1位を獲得したぜ。すごい成功ね。でも、バンド内の関係はどうだったの？そこが難しかったんだ。成功とともに人間関係の緊張も高まっていったんだぜ。1989年には、アクセルがヘロイン使用をやめないメンバーを脅したこともあった。スラッシュも使用をやめると約束したんだが、翌年にはスティーブン・アドラーがヘロイン中毒で解雇されてしまったんだ。大変だったのね。その後はどうなったの？1991年から1993年にかけて、Use Your Illusion ツアーを行ったんだが、バンド内の亀裂は深まっていったんだ。1996年10月、スラッシュはついにバンドを脱退することを発表したぜ。え？どうして脱退したの？スラッシュはアクセルと長い間目が合わなくなっていたと言っていたんだ。
でも、彼の自伝によると、アクセルの遅刻癖や、バンドの支配権を握ろうとする法的操作、そしてアドラーやストラドリンの脱退が原因だったらしいぜ。複雑な事情があったのね。スラッシュの人生、波乱万丈だったのね。そうだな。でも、この経験が彼をより強いミュージシャンに育てたんだと思うぜ。ガンズ&ローゼズでの経験は、スラッシュの音楽キャリアの重要な一部になったんだ。スラッシュがガンズ&ローゼズを脱退した後に結成したスラッシュズ・スネーク・ピットってどんなバンドだったの？スラッシュズ・スネーク・ピットは1994年に結成されたサイドプロジェクトだぜ。メンバーはガンズ&ローゼズのマット・ソーラムやギルビー・クラーク、アリス・イン・チェインズのマイク・アイネズなどが参加していたんだ。すごいメンバーね。どんな音楽をやってたの？スラッシュがもともとガンズのために書いた曲を使って、1995年に It's 5 O'Clock Somewhere をリリースしたんだ。このアルバムは当時のオルタナティブロックの慣例を無視したスタイルで高く評価されたぜ。アルバムは売れたの？ああ、プロモーションが少なかったにもかかわらず、アメリカだけで100万枚以上売れたんだ。その後、ツアーも行ったが、1996年には解散してしまったんだ。解散しちゃったの？でも、その後も活動してたんでしょ？そうだな。1999年に再結成し、新しいメンバーで、エイントライフグランドをリリースしたが、前作ほどの成功は収められなかったんだ。それでもツアーは行ったぜ。なるほど。でも、また解散しちゃったの？そうなんだ。2002年にスラッシュはスネークピットを解散させたが、このプロジェクトは彼の音楽性を探求する重要な時期だったと言えるぜ。ベルベットリボルバーってどんなバンドなの？ベルベットリボルバーは2002年に結成されたバンドだぜ。スラッシュはダフ・マッケイガンとマット・ソーラムと共に、ランディ・カスティロの追悼コンサートで再会したことがきっかけなんだ。へえ、メンバーは誰だったの？当初、元ガンズ&ローゼズのギタリスト、イジー・ストラドリンも参加していたが、リードシンガーを探すことになり去ってしまったんだ。その後、デーブ・クシュナーがリズムギターとして加入したぜ。数ヶ月間、4人はデモテープを聴いてリードシンガーを探し続けた。この単調なプロセスは VH1 によってドキュメンタリー化されているんだぜ。最終的に、元ストーンテンプルパイロッツのボーカリスト、スコット・ウェイランドがバンドに加入したんだ。どんな音楽をやっていたの？2003年にはファーストシングルセットミーフリーをリリースし、同年夏にいくつかのコンサートを行ったんだ。2004年にはデビューアルバム、コントラバンドをリリースし、全米チャート1位を獲得したんだぜ。すごい成功ね。でも、その後はどうなったの？2005年にはグラミー賞にノミネートされ、スリザーがハードロックパフォーマンス賞を受賞した。しかし、2008年にスコット・ウェイランドが解雇されてしまったんだ。スラッシュは薬物の問題が原因だと語っているぜ。それは大変だったのね。その後はどうなったの？ウェイランドはストーンテンプルパイロッツに再加入したが、ベルベットリボルバーは正式には解散しなかった。その後、新しいシンガーを探し続けたが、活動休止状態になったんだ。スラッシュってソロでも活動してるんでしょ？どんな感じなの？ああ、スラッシュは2008年からソロ活動を始めたんだ。2010年4月に最初のソロアルバム、スラッシュをリリースしたぜ。このアルバムには、オジー・オズボーンやファーギー、アダム・レビーン、イギー・ポップ、稲葉浩志など、豪華なゲストミュージシャンが参加しているぜ。すごい、日本のアーティストも参加したの？アルバムに先駆けて日本限定シングル、サハラをリリースしたんだ。これがビーズの稲葉浩志とのコラボレーションで、オリコンシングルチャート4位、ビルボードジャパンホット100で6位を記録する大ヒットになったんだぜ。日本レコード協会からウエスタンシングルオブザイヤーも受賞したしな。すごいわね。でも、その後はどうしたの？その後、スラッシュはマイルズ・ケネディをボーカリストに迎えて本格的なソロツアーを開始したんだ。2012年にはスラッシュフィーチャリングマイルズ・ケネディ&ザ・コンスピレイターズ名義でアポカリプティック・ラブをリリースしたぜ。へえ、その後もその名義で活動を続けてるの？そうだな。2014年のワールド・オン・ファイア。2018年のリビング・ザ・ドリームとコンスタントにアルバムをリリースし続けているんだ。2022年2月には5枚目のアルバム、4をギブソンレコーズという新しいレーベルからリリースしたぜ。ファーストシングルザ・リバー・イズ・ライジングは2021年10月にリリースされて話題になったんだ。スラッシュ、ソロでもすごく活躍してるのね。ガンズ&ローゼズとはまた違った魅力があるんでしょうね。そうだな。スラッシュの音楽性の幅広さがよくわかるプロジェクトだと言えるだろう。ガンズとはまた違った形で、彼のギタープレイを楽しめるのが魅力だぜ。ソロ作品も聴いてみると、新しい魅力に気づくかもしれないな。スラッシュがガンズ&ローゼズに復帰したって本当？いつ頃のことなの？ああ、その通りだぜ。2015年12月頃から噂が出始めて、2016年1月4日に正式に発表されたんだ。
コーチェラフェスティバルのヘッドライナーとして復帰することが明らかになったんだぜ。へえ、すごい。でも、最初のライブはコーチェラじゃなかったんでしょ？そうだな。実は2016年4月1日に、ロサンゼルスのトルバドールっていう小さなライブハウスでシークレットライブをやったんだ。これが23年ぶりにスラッシュがガンズと一緒にステージに立った瞬間だったんだぜ。わあ、感動的な瞬間だったんでしょうね。その後はどうなったの？その後、Not in This Lifetimeツアーを開始したんだ。このツアーがすごくて、2019年までに5億8420万ドルもの興行収入を上げたんだぜ。スラッシュ自身もアクセルと話を始めた時は素晴らしかったって言ってるくらいだ。よかったわね。でも、新曲は作ってないの？実はな、2021年にアブサードとハードスクールっていう新曲をリリースしたんだ。これが1994年以来、スラッシュが参加した初めての新曲になるんだぜ。2023年にはまたツアーを行って、新しいシングルパーハプスもリリースしたしな。スラッシュ、ガンズに戻ってからも精力的に活動してるのね。これからの活動が楽しみになってきたわ。そうだな。スラッシュ自身も2025年は全てガンズ&ローゼズだって言ってるくらいだから、これからもガンズの活動に力を入れていくんじゃないかな。ロックの歴史に残る再結成だったと言えるだろう。スラッシュってガンズ&ローゼズ以外でもいろんなアーティストと共演してるみたいだけど、特に印象的な共演って何かあるの？ああ、スラッシュは本当に多くのアーティストとコラボしているんだぜ。中でも特に印象的なのは、マイケル・ジャクソンとの共演だな。1991年のアルバム、デンジャラスに収録された Give In To Me でリードギターを弾いているんだ。それ以外にも、ブラック・オア・ホワイトのビデオの冒頭スキットにも参加しているぜ。へえ、すごいわね。他にもマイケルの曲に参加してるの？そうだな。1995年の DS、1997年のモーフィン、2001年のプライバシーなんかにも参加しているんだ。ライブでも何度か共演していて、特に1995年の MTV ビデオミュージックアワードでのブラック・オア・ホワイトの演奏は有名だぜ。わあ、たくさん共演してるのね。マイケル以外にも印象的な共演はあるの？ああ、もちろんだ。例えば、ボブ・ディランの1990年のアルバム、アンダー・ザ・レッド・スカイの冒頭曲、ウィグル・ウィグルでギターを弾いているんだ。それに、レニー・クラビッツの Always on the Run、ポール・ロジャースとのジミ・ヘンドリックスのトリビュートアルバム、キャロル・キングのライブコンサート、リアーナのロックスター101なんかにも参加しているぜ。へえ、本当に幅広いジャンルのアーティストと共演してるのね。スラッシュってすごいギタリストなんだわ。そうだな。スラッシュの才能と人気がよくわかるだろう。彼のギタープレイは多くのアーティストから求められているんだ。最近では2024年にマーク・ノップラーの Going Home のリメイク版にも参加しているらしいぜ。スラッシュのセッションワークを聞いてみると、また新しい魅力に気づくかもしれないな。スラッシュってたくさんのギターを持っているって聞いたんだけど、具体的にはどれくらい持ってるの？スラッシュは100本以上のギターを所有していて、その総額は約192万ドルにもなるんだぜ。特に彼が好んでいるのはギブソン・レスポールで、私にとって最高のオールラウンドギターと呼んでいるんだ。へえ、レスポールは彼のアイコン的な存在なのね。どんなモデルを使っているの？彼のメインスタジオギターは1959年製のレスポールスタンダードのレプリカで、クリス・デリグによって作られたものなんだ。このギターは、アペタイト・フォー・ディストラクションのレコーディング中に手に入れて、その後もガンズ&ローゼズやベルベット・リボルバーで使用され続けたから、彼の音作りには欠かせない存在になったんだぜ。なるほど。他にもどんな機材を使っているの？スラッシュは1997年からギブソンとコラボレーションして17種類のシグネチャーレスポールモデルを作り出しているんだ。さらに、マーシャルアンプやダンロップのワウペダルなどともコラボしているぜ。アンプやエフェクターもこだわりがあるのね。特に好きなアンプはある？スラッシュはマーシャルアンプを好んで使っていて、特にシルバージュビリー JCM2555 が好きなんだ。アペタイト・フォー・デストラクションのレコーディングでもこのアンプを使用したらしいぜ。彼は自分自身のサウンドを確立するために、機材選びにも非常に慎重なんだ。スラッシュのギターと機材への情熱が、今の彼を作り上げていると言えるだろうな。スラッシュのアルバムについて教えてくれる？どんな作品があるの？ああ、スラッシュのディスコグラフィは本当に豊富なんだぜ。まず、ガンズ&ローゼズとしては、1987年のアペタイト・フォー・ディストラクション。1988年の GNR ライズ。1991年の Use Your Illusion 1& 2。そして1993年のザ・スパゲッティ・インシデントがあるんだ。たくさんあるのね、他には？スラッシュズ・スネークピット名義では1995年の It's 5 O'Clock Somewhere。2000年の Ain't Life Grand の2枚をリリースしているぜ。
ベルベットリボルバーとしては？ベルベットリボルバーでは2004年のコントラバンド、2007年のリベルタドの2枚がある。特にコントラバンドは全米チャート1位を獲得した名作だな。ソロアルバムもあるんでしょ？もちろんだ。2010年にスラッシュをリリースして、他にも2012年にマイルズ・ケネディと組んだプロジェクトでアポカリプティック・ラブ、2014年のワールド・オン・ファイヤー、2018年のリビング・ザ・ドリーム、2022年に4、そして2024年には新作 OG オブ・ザ・ダムドを発表しているぜ。本当に多彩なのね、どれも聴いてみたいわ。ああ、彼の音楽はそれぞれ違った魅力があるからな。ガンズ時代の名曲からソロでの挑戦まで、ぜひ聴いてみるといいぜ。スラッシュってたくさんの賞を受けているみたいだけど、具体的にはどんな受賞歴があるの？ああ、スラッシュはギタリストとして非常に高く評価されているんだぜ。例えば、2005年には、エスクワイアからベストギタリストに選ばれたんだ。彼のバンド、ベルベットリボルバーが復活を果たしたことが評価されて、驚くほど本物で活力に満ちたバンドと称賛されたんだぜ。すごいわね、他にもどんな賞を受けているの？2007年には、メタルハマーのゴールデンゴッツアワードでビフロードの称号を得たし、2008年には、ギグワイズの50人の偉大なギタリストのリストで21位にランクインしたんだ。へえ、たくさんの評価を受けているのね。特に印象的な受賞はある？ 2012 年には、ロックの殿堂入りを果たしていて、その際には、ガンズ&ローゼズのメンバーと共演したんだ。特に、パラダイスシティやスイートチャイルド・オブ・マインを演奏したらしいぜ。ロックの殿堂入りは大きな栄誉ね。他にも有名な曲で評価されているの？ああ、トータルギター誌では、スイートチャイルド・オブ・マインのイントロリフが100、グレーテストリフズで1位に選ばれたりもしたんだ。それに、2015年には、レスポール賞も受賞しているぜ。スラッシュって本当に多彩なのね。音楽界での影響力がよくわかるわ。そうだな。彼はただのギタリストではなく、ロック文化全体に影響を与えたアイコンなんだ。これからも彼の活動に注目していきたいぜ。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。